いやー楽しい。今レンタルバイク、今日は川崎の Z125 を借りてきました。 125cc の12インチ単気筒、空冷のエンジンのバイクですね。今246をこう走っていますが、まだね乗ってほんの1分2分、お店から出てきて、実際に走り出した直後の状態です。第一印象はめちゃくちゃ楽しい、軽い、とにかく軽いですね。この特に横方向のひらひら感がすごいです。すごい軽い。なんか今日はやべえ、演出した。今日は楽しくなりそうですねこれ。乗った感じあれだな、両足かかとまでぴったりつく感じですね。ベタベタで余裕だぜっていう感じじゃなくて、一応足を下にスッと下ろすと、最後かかとが一応つきますっていう感じが、思ったよりかはシートが高くて足つきが悪いかな。で12インチのミニバイクってすごくちっちゃいイメージあったんで、もうベッタベタのもうね膝曲がりまくりの余裕でしょって思ってたんですけど、意外結構座るポイントは高くて、私の場合、ちょうどぴったり地面にかかとまでつくという感じでした。全然車体も軽いですからね、扱いに問題のないレベルです。楽勝。今国道、60キロ弱で走ってます。巡行全然楽ですね。このバイク確かギアが4速までしかないんですけれども、今、5200回転ぐらいですね。60キロ弱で5200回転ぐらい。エンジンはヒュルヒュル回って小気味いいで、そして何かこうかすかに面白いワクワクする感じがありますね。乗ってるポジションはそうですね、結構ハンドルは下にあって、ストリートファイター的な感じですかね。やじろべえっていうか、なんかこう命みたいな感じで、ちょっと両腕をこう斜め下方向に広げる感じですね。で腰は比較的高いところにあって、全然前傾はきつくないです。結構状態はほとんど直立に近い状態ですね。ただ、このハンドルに対してなんていうんですかね、いい感じにこう少しアグレッシブに構えるような感じで、先ほども言ったようにもう乗って3メートルですごくひらひら動くなっていうのが分かった感じなので、これはねちょっとコーナリングとか楽しい気がすごくします。まだ一直線しか走ってませんけども、このバイクアイドリングストップはついていません。こうやって停止しているときはエンジンは回転を続けてます。でミラーですね、ですね、特に今アイドリングの状態で振動ないです。右のミラーも左のミラーも完全にクリアに後ろが見えます。左側がちょっとあれですかね、位置の関係か私の腕が見えちゃってる面積が広いです。でさっきできる範囲で一応調整はしたんですね。ですからもしかしたらもうちょっと長い方がいいのかもしれませんね。こうやって走っていると今道路がすごく荒れてて、継ぎ目がこう次々とこことかこうやって次々と継ぎ目が来るところは、そうですね、やっぱり私の喋ってる声が震えたのがもしかしたらわかるかもしれませんけども、そのまま素直に拾う感じですね。ただすごく下から思いっきり突き上げるとかっていう感じはないです。車体がちっちゃくてホイールベースが短い分露骨に結構拾うは拾うんですけど、嫌な感じはないですね。エンジンブレーキの感じどうでしょうか。今赤信号が前方にあって、ギアを落としながらスピードを落としていきました。125cc で単気筒っていうと、やっぱりエンジンブレーキ少し強いかなっていう感じはあります。でただこのバイクに一般的にはそうなんですけども、このバイクに限っては、特に嫌な感じはしないかな。ちょっとまだ走り出し始めて5分10分なので、この後しばらく走ってどういう印象が変わっていくかっていうのを見ながら行きましょう。
捕まってる。今国道60キロで走ってます。エンジンの回転数は5500回転ぐらいですかね。これぐらいで流してると、やっぱり前に何もスクリーンとかないので、風は上半身にもろに当たってきます。なんかこのエンジンこう走ってるとヒュルルルルルルっていうような音がしますね。なんかトライアンフのストリートトリプルじゃないけど3気筒みたいな感じがしますが、そう感じるのは私だけでしょうか。今海老名まで来ました。246を、淡々と走ってるんですけども、このバイクそうですね、国道で60キロぐらいまでで走る分に何の不満もない何も悪いとこがない、いい意味ですっごい普通にいいバイク、何の不満もなしで、別にその裏に普通すぎてつまらないとかそういう意味はなくて、本当に単純にいいなって思いますね。強いて言うと、ここまでで気づいたことはやっぱ60キロ以上70キロぐらいまで全然いいと思うんですけど、これ80キロ90キロ出したいよってなったらギアがもう一つ必要だなって思います。今これ4速のバイクなんですけども、で4速のままで全然引っ張っていけば、80キロ90キロ多分普通に軽々と出ちゃうんじゃないかなっていう感覚はあるんですけども、やっぱり振動がすごく増えてきたりとか、エンジンがもううなるようなビーっていうようなそういう領域になっちゃうと思うんで、もしね本当はダメですけど80キロぐらいでもっとね楽ちんに走りたいんだっていう人には多分ギアが足んないんじゃないかなって思います。普通に走る分にはこの4速で全然いいかなと思いました。私は5速あった方がいいよっていう意見は多分いっぱいあるとは思うんですけど、別に一人でこうやって乗ってる分に全然、トルクとパワーと回転数の関係十分なので、4速の方がむしろ足の動きが煩わしくならなくていいのかなって思いました。あとは気づいたところは、初めの方にすっごいこれこうひらひら軽いなってすごいなって思ったんですね。軽いで、それはやっぱりすごくいい印象で、ちょっと上体を、右方向左方向に動かすモーションをしただけでもうすぐさまこのフロント周りがこうピッと反応して旋回していくような、なんかそんなものを感じるんですよね。で一方で今ですね、例えばこの道路のセンターラインのところにずっと縦に継ぎ目があるんですよね。ああいうこう縦の継ぎ目を踏んだ時に結構過敏にペロ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 ってこうハンドルが反応する感じがあってですね、びっくりする人ももしかしたらいるかもしれないなと思いました。こう1時間走ってきて初めはね結構シートが硬いめなのかなと思ったんですけど、まだ、大丈夫かなって、結構ムニムニした感じのシートで、意外と厚さも十分ある気がしますね。悪くない感じがしています。なんかちなみにこのバイクってこう走ってるとですね、普通に前向いて走ってると自分の視界の中に全くこのバイクが入ってこないんですよ。特にフルフェイスヘルメットかぶってるっていうのもあって、この視界の下の方になんていうんですかね、チンガードっていうんですかね、そこが視界の境界になってて、その下にこのミラーすら入ってこない。だからなんかもう体一つで疾走してるような変な気分になりますね。前に何にもないみたいな、なんか不思議な高揚感があります。今ちょうどこれありました、道路の継ぎ目。こういうとこなくなっちゃった。今この真ん中に道路の継ぎ目があるんですけども、こういうところを走ると結構フロントタイヤが過敏に反応する感じがあります。右へ左へとね、パンパンとどっちの道路にどっちの路面にフロントタイヤが乗ろうか、こう常に迷い続けてる感じですね。12インチはみんなこんなもんなのかな、ちょっと分かりませんけども、このバイクだけのことではないかもしれません。相変わらず60キロぐらいで走ってるとすごく気持ちいいです。ただだんだん慣れてきて感覚が少し落ち着いてきたのか、もしかしたらこのステップ周りの振動があれですね、あるかも。
ふとした瞬間に足元がビーって振動してるのに気づきました。なんかこういう短気筒のバイクは中速まで引っ張ってってそんなにぶん回さない前にポンポンギアを上げていく気持ちよさっていうのがあると思います。昔セローに乗ってた時とかそれがすごく好きだったんですけど、で、今回もこのバイクでできるかなと思ったんですけど、ちょっと今のところうまくできないですね。初めなんかギアもしかしてちょっと渋いかなって思いました。ただ私がまだこれ慣れてないだけっていう可能性もあるんでちょっと分かりませんが、こうやって今クラッチを使わずにアクセルワークとあとシフトアップだけでギアを上へと上げていったんですけども、私の感覚よりもうちょっとあれかな、アクセルを戻してやらないといけないかもしれませんね。ほとんど開けたまま一瞬緩めてパンパン上げていくっていうのがちょっと今のところ思うようにできていないですね。さて、しばらく国道246走ってきたんですけれども、街乗りをしてみた感じどうでしょうか。いいですね。すごくつまらない感想になってしまいましたけど、何も問題ないなって思いました。エンジンの感じとかも普通にアクセル上げて必要なだけのパワーが出てきてくれて、でエンジンをスロットルを戻した時も普通のエンジンブレーキがかかって、エンジンブレーキが強すぎるとか、あるいは開けた時になんか一瞬変な気持ち悪さがあるとか、ついてこないとか、そういうことはなくいろんなところで普通だなって思いました。いい意味で全然普通に乗って楽しめるバイクですね。一つそうですね、言うとすればやっぱこの前を、普通に乗車してて前を見て乗ってる時ってこの視界の中に全然サイドミラーが入ってこないんですよ。だから後ろがどうなってるか全くわからない。視界の中にミラーのこの一部でも入ってきてくれると、もうちょっとね後方ので何が起きてるかっていうのも把握しつつ前の方を向いて運転に集中できるんですけれど、これは意図してミラーの方を見ないといけないですね。視線だけじゃちょっと無理だな。普通に乗車してる時に視線を動かしてもミラー見えないですね。特に今日はフルフェイスヘルメットをしているので顎のところが視界になっていて見えません。なので首を動かして下を向かないとミラーの中を見ることができません。同じようにですね、メーター類もはっきりと下に目線を落とさないとこれ見えないと思います。目の前に何もない遮るものがない開放感がある一方で、副作用としてミラーのが、意図しないと見えないとか、あとメーターも意図しないと見えないっていうところがあるかと思います。あとは私は身長167センチで、サイズとしては中ぐらいかちょっとちっちゃい方だと思うんですけども、男性としてはすごく背の高い人はこれ乗りづらいのかもしれないですね。やっぱり今私の状態でこの手と膝の距離が手1個分ぐらいですかね。でこれがもっと180ぐらいあって足の長い人だとかなり膝が高い位置に来てハンドルに近づくと思うんですよね。でそうすると乗ってる時の操作にもしかしたら支障があるんじゃないかななんて思いました。さっき私コンビニの駐車場に止める時にどこに止めようかなって駐車場の中で少しさまようような動きをしていてですね、で結果的にここに止めようって、した時にハンドルを右に切りながら止めようとしたんですね。でそうしたらですね、この膝とハンドルの手が当たってですね、足を右側に下ろせなかったんですよ、地面に。
で危うく右側に倒れて転びそうになりそうだったんですけれども、そこアクセルをちょっと開けてですね、バイクをもう一度起こしてで左に足をついて止めたんですけども、なのでそういったところはちょっと注意かもしれませんね。結構周りが山に囲まれてきました。前回秦野に来た時はスズキのバーグマン200で高速道路に乗ってきたんで、こういった道を走ってこなかったんですけども、やっぱ246で走ってくるとこうね、どんどん山の中に入っていく感じがあるんですね。少しだけ紅葉してます。2時間ちょっとでしょうか、国道を走ってきましたけれども、特にすごく気になることっていうのはなかったですね。操作関係も至って普通です。ブレーキ普通、クラッチも普通で、ボタン関係ですよね。このライトとかウインカー、そういったボタンの位置も自然で全く戸惑うことなくすぐにポンと乗れました。いよいよですね、ちょっと峠道の方に入っていきます。この非常にひらりひらりというハンドリングのいい Z125 プロ、ワインディングを走った場合はどんな感じになるのでしょうか。今ちょっと、前にも後ろにも車がいないのでちょっとバイク動かしてますけど、もうすごいんですよ、このひらひら感。バイクを左右にこの触れるひらひら感がものすごいです。すごく軽快です。これが一番あれですね、このバイクに乗ってもう乗り出して10メートルぐらいで気づいたとこですね。とにかくこの解凍性っていうんですかね、ひらひら感がすごいです。そしてエンジンの音ですけども、なんかヒュルヒュル言う、わかりますかね。なんかちょっとヒュルヒュル言うような音がするんですよね。可愛らしい感じの音がします。半日川崎の Z125 プロに乗ってきました。一言で言うとどんな感じでしょうか。ちっちゃいストリートファイターって感じですね。見た目もそうですし、で乗った感じ、まずライディングポジション、ハンドルが低くてですね、少し、幅の広い感じで、こう乗ってるとやる気にさせてくれるようなアグレッシブな、ライディングがですね、乗ってストリートファイターだなっていうのが分かりました。コーナリングなんかも肩からですね、前の方に入れていくような形で、バイクがフロントを軸に入り込んでいくような感じがストリートファイターでした。でこれ初めはあまりコンセプトをちゃんと理解してなくてですね、走っていく間にこれすごく左右にひらひら曲がるんだなとか、フロントの解凍性がすごいシャープだなとか、あとそのライディングポジションですよね。結構アグレッシブなライディングポジションだなって。でこういうことを一つ一つまとめていくと、そういえばこれストリートファイターなんだなっていうのが後から分かったような感じですね。で多分ウェブサイトとか見るとストリートファイターってこう書いてあるんじゃないかなと思うんですけども、そういう前知識をなしに普通に乗ってみて、で一個一個自分が感じたことを統合していくと、これストリートファイターだってこう自分でなんか答えが見えたみたいな、当たり前のことを後から気づいただけなんですけども、というのでちゃんとしたちっちゃいストリートファイターだなと思いました。車で言うと S660 ってとか、あとはマツダの AZ1 とかってもうちっちゃいスーパーカーだと思うんですよね。ランボルギーニとかフェラーリとか、ああいったものをギュッと小さくしたらどんな形になるかっていう究極の形で、出力とか、あと大きさとか、そういったものを一つ一つ見ていくとコンパクトにまとまってはいるんですけども、乗ってる人にとってはもうこう爽快な気分にさせてくれる、でも60キロしか出てないみたいな、そういうもんだと思うんですよね。 Z125 プロはサイズは小さいながらもちゃんとストリートファイターしてるっていう感じがしました。 Z125 プロのいいところはどこでしょうか。私は形だと思います。単純にデザインかっこいいし可愛いし、なんかすごくまとまってますよね。所有欲をかき立てられるような感じがします。私は非常に好きですね、デザイン。 Z125 プロのもう一つなところはどこか、正直バイクとしてここがもう一歩だなみたいなことを感じることはありませんでした。私は個人的には4速で十分だし、強いて言うなら機能性のところでサイドミラーの見やすさとメーターの見やすさですかね。サイドミラーとメーターが全然視界に入ってこないんですよね。気づいたら後ろに白バイいたみたいなことがなんかありえそうで、ちょっと怖い感じはしました。あとは
やはりデザインを優先させたがゆえの収納ですね。収納スペースはシート下にほんのちょっと小さな袋を入れられるかなぐらいのスペースでしたね。でこれももう割り切ったバイクですので収納が全然ないんですけど、それが全く問題ないと思うんですよね。もうコンセプトにこう割り切っている。もうあれは S660 が小さなスーパーカーみたいなもんで、これも小さな本格、ストリートファイターだと思うんですよね。なのでもう形をあれだけシャープにして、でパンパン切れるこの旋回性能、ひらひら舞うセッティングにして、そういう尖ったコンセプトなので収納スペースのなさとかっていうのも私は全然問題じゃないなと思いました。この車格で 150cc のエンジンが乗ってたらまた、世界が変わってくるんですけどね。高速にも乗れると、ちょっと辛いかもしれないけれども、一応高速に乗れるっていうことで、何かあったらヒュッと高速を使うことができると、ちょっとね非常に惜しいなっていう感じがしますね。 150cc あったらいいなって